こんにちは、ぴょんです。三重県伊勢志摩賢島にあるザ・平松ホテルズ&リゾーツ賢島に宿泊しました。東京広尾にあるフランス料理店レストラン平松によるスモールラグジュアリーホテルです。日本書紀に馬し国と記された旧伊勢の国。さらに島市は古くから皇室や朝廷に食材を献納する国を意味する未決国と呼ばれた食の宝庫です。賢島の平松さんはヨーロッパの旅館をコンセプトとされていて、海外のリゾートに来たような気持ちになりました。ウェルカムドリンクはアランミリア。5種類の選択肢があり、ライチとブルーベリーを選びました。早速お部屋へ参りましょう。料金は最後に発表いたしますので、いくらか予想しながらご覧くださいませ。玄関を入ってすぐ左側はクローゼット。十分なスペースです。虫除けや殺虫剤、お出かけ用のカゴバッグ、引き出しの中は金庫、館内着とパジャマ、旅靴下と羽織などが用意されていました。今度は玄関を入って右手、クローゼットの真向かいはお化粧室です。この鏡のライトが平松さんらしいです。コンパクトな洗面台もあります。清潔な空間です。メインのお部屋へ進みましょう。まずはデスクが置いてあります。こちらの賢島の平松さんは客室数がわずか8室のみ。本棟の55平米弱のお部屋と、客室に温泉風呂がしつらえられた別棟の73平米のお部屋。今回はお部屋に温泉がついた後者のお部屋、別棟エグゼクティブツインルームです。同じ作りでベッドが1つのエグゼクティブダブルも選べます。お休みスペースの先はリビングスペースになっています。おしゃれな革張りのソファー。ソファーの向こうにはダイニングテーブルとテレビがあります。こちらもテレビは壁の中に収納できるタイプ。ウェルカムスイーツは最初から置いてあったのではなく、きちんとお部屋にチェックインしてから運んできてくださいました。平松オリジナルハーブティーにウェルカムスイーツの柿のムースとチョコレートです。それではお待ちかねのバスルームのご紹介です。客室に温泉のついたお部屋にいろいろ宿泊した中で、この平松さんのお風呂の作りが私は特に好きです。リアス式海岸の美しい阿護湾を見渡せる広々としたバスルーム。向こうにあるホテルの建物も相まって本当にヨーロッパへ来たみたいです。ゆったり腰掛けられる椅子が2脚あり、バルコニーものんびり過ごすのに最適な場所でした。お風呂のすぐ横にはシャワールームがあります。シャワーがスタイリッシュで使うのが難しそうに見えますが、わかりやすく丁寧にご説明していただいたので大丈夫です。アメニティはフランス発高級スパブランドのオムニサンスです。何度も温泉に入ったり出たりするのでガウンはありがたいです。ここにもヒノキリボンが。ヒノキの香りは癒されますよね。洗面台は左右に分かれて2台あります。一人一つあると使いやすくていいですよね。スキンケア用品は真珠の三木本さんのもの。消耗品のアメニティもブラシ、シェービングセット、コットン、綿棒、歯ブラシなどしっかり揃っていました。ミニバーも見てみましょう。扉の中に収納されている格好です。冷蔵庫の中はソフトドリンクが無料です。地元産柑橘の 100% ジュース、炭酸水、サイダー、伊勢茶、アクエリアスがありました。デロンギの湯沸かしケトルにコーヒーマシンはネスプレッソ。ウイスキーのミニボトル、お茶類におせんべいも置いてありました。貸し切りの温泉露天風呂を予約しました。予約時間になるとお部屋の前に鍵を置いておいてくださるので、その鍵を持って温泉へ向かいます。こちらは無料で利用でき、チェックイン時に予約を入れます。札を入浴中に返して入室です。この貸し切り風呂の鍵は利用が終わったらどこかに返却しに行ったりなどの必要はなく、また自分のお部屋の前の同じ場所に置くだけで OK です。
利用時間は50分と決まっています。広くて清潔で設備の整った脱衣所。アメニティも十分すぎるほどの品揃え。お部屋と同じく基礎化粧品が一式と消耗品もたっぷりと置いてありました。予約時間に合わせて準備してくださったことがよくわかる、まだ溶けていない氷の詰まったクーラー。タオルもたくさん置いてありますので、本当に何も持たずに来れます。お部屋のお風呂も最高に素晴らしいですが、こちらのお風呂は完全なオープンエアーで、まるでプールのような広さです。シャワールームもあります。本棟に宿泊の際は、お部屋のお風呂が温泉ではありませんので、こちらの貸切温泉風呂を必ず予約するといいと思います。温泉はすぐ近くで湧き出ている浜島温泉が引かれています。泉質はナトリウム塩化物温泉で低調性のアルカリ性です。神経痛、筋肉痛、冷え性、疲労回復、健康増進などに効果的と言われています。今回は明るいうちに予約しましたが、夜は夜でライトアップされていて綺麗なようです。木々に囲まれていて、間からは海が見えて自然に癒されました。夜ご飯のお時間となりました。レストランは全室個室となっています。平松さんでは定番のロゴ入りシャンパーニュ、ドラボットで乾杯。それではお料理のスタートです。まずはコースの前に食前酒に合わせてコンキリエという名前の貝殻の形をしたパスタ。赤牛を使った一口サイズのボロネーゼです。イカスミのお色でパスタが黒くなっています。料理人の方が本日の食材をお部屋まで見せに来てくださいました。細かく丁寧にご説明をしてくださり嬉しかったです。お魚は金目鯛、サザエ、ミル貝、真珠を作るアコヤ貝の3種類の貝。土佐酢のジュレがかかっています。お次はフォアグラに甘みのあるナルト金時のペースト。燻製した自家製ベーコンと伊勢の農家さん谷口さんのジューシートマトを合わせたお料理。パンが欲しいなと思った時にジャストタイミングで運ばれてきました。バターは高級発酵無塩バターです。選んだ白ワインはワイン愛好家から金の砂と言われ格別の評価を得ているボルドーのソーピニオンブラン。続いてやってきたのは答志島のサワラとほうれん草、マッシュルームを使ったパイ包み焼きで、手前の黄色はフランスで定番のハーブ、エストラゴンのソース。白い泡は貝のお出汁とキノコからできています。絶妙なバランスで美味しかったです。ワインとの相性もバッチリでした。松阪牛のコンソメ。透明で軽やかですが、ビーフシチューのような旨味がありました。五大シャトーに迫る品質のワインを生み出すレオビル・ラスカーズのセカンドを注文しました。お肉料理は松阪牛のイチボ。香り高いトリュフがかかっています。白色はエキスを乳化させたトリュフのムース。付け合わせは柿と大黒しめじ。そして本日のスペシャリテは伊勢エビです。殻ごと炭火焼きにしているので中はプリッと仕上がっています。ソースもとっても美味しく、オレンジ色がアメリケーヌソース、白色が白ワインとバターのソース。添えてあるのはマコモダケです。半身ずつなのでお味噌もたっぷり。メニュー外のサプライズで締めにご飯です。しらすの混ぜ込みご飯にもずくとイクラがかかっています。ここからはデザートです。さっぱりとしたレモンのシャーベットとザクロ、モンブラン。外側は日本酒の泡で覆われていて、中にはもちろん栗が入っています。お茶菓子とハーブティー。伊勢茶のフィナンシェとベリーの入ったチョコレート、トマトの生キャラメル。夜カフェインを取らないようにしているので、ダマスクローズのお茶にしました。とってもお腹いっぱいになりました。ちなみに廊下には草間彌生さんのアートがかかっていたり、海辺らしいインテリアのお化粧室もおしゃれでした。夜ご飯の間に鍵を預けてターンダウンをしていただくシステムです。タオルの交換などに加え暖炉が点火されていました。
熱くなるまで使ったらガウンにくるまって飲み物を持って炎を見ながら外気浴するのが最高です。F 分の1揺らぎの効果で穏やかな気持ちになりました。おはようございます。お天気が良くて風が暖かいです。朝ごはんも夜と同じレストランでいただきます。ヨーロッパでブレックファーストをしているかのようでウキウキします。朝も個室です。ドリンクは3種類から選べます。伊勢山村牛乳、オレンジジュース、平松特製トマトジュース。スープも1人ずつ好きなものを選べます。こちらは伊勢エビのビスク。お皿の周りはエビ塩です。こちらは赤牛のコンソメスープ。ちなみに残りの選択肢はかぼちゃのポタージュで全部で3種類でした。パンのためにエシレバターが 30g 丸々1つ。なんて贅沢なのでしょうか。アップルパイ、クロワッサン、チョコデニッシュ。ジャムはウェルカムドリンクでも使用されていたフランスの高級ブランドアランミリアの4種類の赤いフルーツ、あんず、オレンジマーマレード。サラダはシーザードレッシングがかかっています。キャロットラペ、自家製ハム、じゃがいも、トマト、かぼちゃ。さすがフレンチの名店という感じでエッグベネディクトが最高に美味しかったです。小さなパンケーキのような生地の上にベーコン、トマトとトロトロの卵が乗っています。デザートはフルーツの入ったヨーグルト。平松さんといえばこの蜂蜜入れ。親指のところを押すと下から出てきます。贅沢で至高の朝ごはんでした。この後は料金発表です。伊勢志摩エリアは憧れのラグジュアリーなホテル、旅館がたくさんあります。世界的にも有名なあのお宿や大人気のあのお宿にも宿泊しましたので、次回以降の動画も楽しみにしていてください。伊勢志摩のお宿は全部で3つご紹介予定です。今回はザ・平松ホテルズ&リゾーツ賢島。2種類のお部屋タイプのうち上のランクのお部屋。客室温泉付き別棟エグゼクティブルーム。伊勢志摩の食材を堪能できるフレンチのフルコースディナーと豪華な朝食の2食付き。1泊大人2名の合計金額はおいくらでしょう？正解は17万4000円でした。早割を使うと14万円台で宿泊できる日程もありますし、そもそもかなり先の日程まで満室になっていますので、とにかく早くご予約されることをお勧めします。それと以前に2泊3日した箱根の平松さんの動画を終了画面に貼っておきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。